皆さんこんにちは、ゆりいこです。今日は動画を本当は撮影するつもりがなかったのですが、この美しいイチョウを皆さんにシェアしないわけにはいかないと思い、慌てて動画を撮影することに決めました。この神社はすでにこのチャンネルで2回登場していますが、神社の名前は天縄神明神社、通称天縄神社で地域の人々に親しまれています。実はこの神社、1300年以上の歴史を持つ鎌倉で最も古い神社なんです。このイチョウが1300年の歴史を持つかわかりませんが、古代の人々は山や川、そしてこのような大きな大木に神が宿ると信じていたそうです。これらを神のよりしろとして、そのまま神聖な場所として拝んでいたそうです。特にまっすぐに伸びる大木は、神様が天界、高間ヶ原から地上に降りてくるための道や階段のようなものと考えられており、神様が宿り、降りてくるための大切な存在とされていました。日本の神話、古事記などにも、神が木を伝って降りる話や、スサノオノミコトが杉の木を植えたという話があり、木は神聖な意味合いを持つようになりました。そして、神の静まる森、鎮守の森を作ることで、災いを避け、豊かな恵みを受けられるという考えが生まれ、人々は山を守り、森の恵みに感謝する文化を育んでいったのではないかと思います。現代でも古い木となったご神木を伐採して作られたお守り、木のお札ですね。そういったものはその木に宿る霊的な力が持ち主を守ると信じられています。このようにね、神社に木が多いのは単なる自然の風景ではなく、神道における自然崇拝や神話、そして人々の暮らしの知恵が深く結びついた結果なのではないでしょうか。さて、この天縄神社の話に戻りますが、この神社は鎌倉で最も古い神社と言われ、710年に宋の行基が創建し、その後豪族の染谷時忠が社殿を建立したと伝えられています。ハゼの鎮守として古くから地域の人々に大切にされてきました。御祭神は天照大神。日本神話の中心にある太陽の女神です。このハゼのエリアは、海が前、山が後ろという地形から、ハゼは鎌倉の中でも早い段階で発展した地域だったことが伺えます。そして、この天縄という名前の由来については、天、海の女と書いて天を意味する天、そして漁で使う縄を意味する縄が語源だという説があります。この地域ではね、きっと古くから海と密接に関わる生活文化を持っていたのではないでしょうか。そしてこの神社は源氏とね、深い関係があります。源氏って何ってね、思った方もいると思うんですけど、源氏というのは源の一家ですね。鎌倉幕府を開いたのは源頼朝という人なんですが、その源頼朝の家族と
非常に縁があった神社と言われています。具体的には、源頼朝のひいおじいちゃんの、またひいおじいちゃんにあたる源頼義が祈願し、その後生まれた義家が社殿を修復したと言われています。源頼朝もね、新垣や鳥居を修理したと言われています。そしてその妻北条政子や子供である源実朝も参拝。こういった記録から鎌倉仏社会においてこの神社が特別な存在であったことがわかります。私が子供の頃、多分小学校に入るか入らないかくらいのね、5歳とか6歳の時、私はいつもこの神社に遊びにやってきました。今ではね、そんな風に遊んでいる子供は一人もいませんが、その当時は私はよく友達と遊びに来ていました。多分秋にはどんぐりを集めたり、春になったらお花を集めたり、どんなね、遊びをしてたかね、具体的には覚えていないんですが、きっと自然の中でね、子供なりの遊び方をしてたんじゃないかなと思います。実はこの神社の中には、さらにね、奥に道が続いていて、少しね、ハイキングができるようなね、場所があるんですね。子供の頃はね、秘密基地といって、大人がね、知らないような場所によく探検に行っていました。別にね、何かするわけでもないんだけど、そういう秘密基地ってすごくワクワクするし、そこでね、秘密基地でコンビニで買ったお菓子を食べることだけでもすごいね、幸せと満足感を得ていたように思います。まさか子供の頃はこの神社が鎌倉最古の由緒ある神社だとは知らず、そんな風にね、公園みたいに使ってね、遊んでいたなんてびっくりですね。もちろん海外には神社はないと思いますが、皆さんはね、教会のようなところで子供時代に遊んだという人はね、いたりするのかななんて疑問に思ったりします。さて、このような神社のことを氏神神社と言いますが、氏神様とはね、自分たちの住む土地をお守りくださる神様のことで、その土地で生活や仕事をする人たちを氏子と言います。古来からね、私たち日本人はお正月などの季節の節目や七五三などの人生の節目などに氏神様にお参りをしてきました。なのでね、日頃から氏神様とのご縁を大切にすることがいいと、そんな風にね、教えられてきました。さて、天縄神社から徒歩1分ほどのところに、鎌倉北橋と呼ばれる蕎麦とカフェのお店があります。このお店は旧加賀屋邸と呼ばれる建物で、約100年以上もの歴史を持ちます。100年前の明治時代、長い鎖国の時代を終えて、日本では急速に西洋化が進んでいきます。この鎌倉北橋の建物は、洋館部分と、そして和風建築の2つの組み合わせでできている非常にユニークな建物になっています。洋館部分はどうやらね、ドイツの影響を非常に強く受けた内装になっているよう。そして日本家屋はもちろん伝統的な建物になっています。そしてこのレストランでは洋館部分をカフェとして利用し、
和風建築部分をそばのレストランとしてリノベーションして使っています。さて、残念ながら調べたところ、この加賀屋亭のオーナーであった加賀屋さんという方がどういった方なのかというのはわからなかったのですが、鎌倉には大正から昭和にかけて多くの文豪が集まって住んでいました。それらの人たちは鎌倉文士と呼ばれていました。代表的な文豪には芥川龍之介や川端康成、大良木次郎、小林秀夫などがいました。彼らはね、鎌倉の土地を舞台に創作活動を行い、その作品にはね、鎌倉の美しい景色というのが描かれることもあったようです。つまりね、今の言葉で言うと、当時のクリエイターの人が鎌倉にみんな集まって住んでいたということですよね。やっぱり鎌倉の美しい自然や文化、歴史というのは他の場所にはない大きな魅力だと思います。そしてね、それらは、多くの文豪のクリエイティビティにさぞ大きな影響を与えたのではないかと思います。そして文豪の他にも実業家や非常にね、有名な江戸時代の名家の末裔の人などが鎌倉に移住して住んでいたといった背景もあります。昔から鎌倉は本当にね、たくさんのいろいろな人からね、愛されていたんだろうなと思います。こんなね、古い洋館の中でね、カフェをしていると、そういったいろいろな歴史の人物のことを考えずにはいられませんね。ぜひね、皆さんも鎌倉に来た際には、新しい建物のカフェもいいですが、こういったね、古い洋館や古い古民家を改装したようなレストランやカフェに訪れることをお勧めします。今回はね、母と二人で久しぶりにカフェをすることができて本当に楽しかったです。私が飲んだのはオーツミルクラテ、そしてキャロットケーキでしたけど、すごくね、美味しかったです。さて、最後に外観をご紹介すると、こちらが鎌倉北橋の外観になっています。非常にユニークですよね。雰囲気は本当に100年前に作られた建物とは思えないぐらいモダンなデザイン。だけど日本の建物と組み合わせられていて、とてもね、面白いなーって思います。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。